はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、今回からですね、青島の、アベンタドールの制作に入っていこうと思います。はい。で、ちょっと仮合わせとか、いろいろして、どういう感じで組んでいくかっていうのをいろいろ検討したんですけれども、一応、合わせを見るのに、ちょっとここのゲートは切らないと、こことここのゲートは切らないと、ドアとかの外装パーツの合わせが見れなかったので、ここに関してはもうすでに切ってしまいました。で、やっぱ切るとここぐにゃぐにゃになったんで、この前後がねぐにゃぐにゃになっちゃったんで、このパネルだけですね、このパネルだけ、もうすでに接着してあります。なので、それ以外のパーツはもうバラして、接着組んでいくっていう感じですね。で、あと、この辺のパネルとかもう接着しちゃっても問題ないものに関しては取り付けて、作業をやっていくっていう形で進めていこうと思います。はい。で、早速作業をやっていこうと思うんですが、まずね、先にちょっと言うとこうと思うんですけど、今回、プレゼント企画っていうことで、キット代5000円までみたいな感じで、決めさせてもらってたと思うんですけど、今回これ、キットご提供いただいたんですよね。ツインプラで持ってるのがあるんで、それ送りますねっていう形で、ご提供いただいたのがあるので、ちょっとキット代が浮いたっていうのもあるので、その代わりにこれを今回用意しました。ご本人は特にディテールアップパーツのことを、何も言うてはらなかったんですけども、この青島の純正のですねディテールアップパーツ、これを僕の方で取り寄せて、これを組み込んでいこうと思います。はい。で、開封動画の時にはこれまだ来てなかったんで、今改めてちょっと説明していくんですけど、内容物としては、エッチングパーツですね、メッシュのパーツとか、この辺のエッチングパーツ、あとサイドのスカーフプレート、ステップのとこです、サイドシールのとこのアベンタドールのエンブレムだったりとか、あとナンバープレートだったり、あとメーター周りのリングっていうのがなんていうかちょっとわかんないですけど、この辺だったりとか、あとシートベルト関係ですねが入ってるのと、あとこれカーペット、フロアカーペットが入ってます。これね、アベンタドールのロゴが入ってるんですよね。なのでこれもやっぱりこうつけてあげるとすごく雰囲気が変わると思うので、これもねやっていこうと思います。ちょっと僕も見てないんですよ、こんなのね。これなんか厚紙みたいな、ケント紙みたいな感じの素材感ですけど、こうやって、ランボルギーニのねファイティングブルの、ロゴが入ってます。とあと布製のシートベルトですね、この辺が入ってるって感じで、あとメタルインレット、エンジンの上に貼る、ランボルギーニのロゴだったりとか、ボディに貼るランボルギーニのロゴ、その辺のエッチングパーツが入ってます。で、あとフロントのボンネットのとこにつけるエンブレムとかも入ってるので、これもまたミューラの時と同じような感じで加工して取り付けていきましょう。説明書はこんな感じ。一部ちょっともしかしたら加工とかね、する必要が出てくるかもしれないので、その辺は、随時紹介していこうと思います。はい。こんなキャッチとかもつくんだ。なるほど。
はいというわけで、早速作業をやっていきましょう。でまずは、ボディの下処理をやっていきます。もう愛に関してはもう収録外でチェックして、割と愛は悪くなかったので、収録外でチェックし終わったんで、まずは、開封動画の時にも言ってた引けてる部分ですね。こういうこの辺とか、あとこの辺とかの引けてる部分に、瞬着パテを持っていきます。いろいろラッカーパテとかいろんなパテがあるんですけど、なんだかんだでやっぱ一番これが楽ちんですよね。ちょっと待って、爪楊枝が欲しい。はい、すいません。パテいろんなパテあるんですけど、なんだかんだで一番作業性がいいのがこれかなというふうに思います。引けも少ないですし、削りやすいし、硬化促進剤使ってあげれば固まるのも早いしっていうので、こういう加工をするのには、瞬着パテが一番いいんじゃないかなと思います。いろいろ良し悪しがね各パテにあるんで、その辺はね瞬着パテじゃないとダメっていうわけではないと思うので、いろんなパテを試してみてこう自分の勝負に合ったものを選んであげればいいかなと思います。でこんな感じでちょっと成型色が白なんで見にくいですけどね、こんな感じで持ってあげたら、硬化促進スプレーをシュッと振ってあげる。これはもうほんと軽くシュッと拭くだけでいいので、これで置いといてあげる。でこのスプレーは塗装とか侵しちゃうので、塗装した後は使っちゃダメです。塗装した後にこれ振ると塗装の表面がガビガビというか曇ってしまうので、表面を侵して、なのでこの無塗装の状態のみですね、使えるのは。あとこういう液体のね瞬間接着剤を、瞬間接着剤なんでこう液状なので、あまり広い面積に塗るっていうのはあまり向いてないっていう感じですね。だから広い面積を修正したい時はポリパテとかこの難を使う方が確実にいいと思います。こんなちょっとした引けぐらいであれば、この瞬着パテとか、あと光効果パテ、あの辺のやつが使い勝手がいいかなと。光効果パテにしたらよかったかな。光効果パテあれ使い切りたいねんな。そっちでもよかったな。いいや。光効果パテはねなかなかいいのはいいんですけどね、硬化させた後、UV ライトとか当てて硬化させた後、表面がねべちゃべちゃしてるんですよ。でそれを取るのにねラッカー薄め液で拭き取らないとダメだったりするんで、若干それがめんどくさいっていうので最近あんまり僕使わないですよね。こんな感じ。これでね、しばらく置いといてあげる。しばらくっていうかもうフロントはもうこれで固まってるぐらいなんで、これで固めてあげたら、削っていきます。で削る時に柔らかいヤスリを使っちゃうとこの面があるじゃないですか。面があって、引けてるところに瞬着を盛りました。で柔らかいヤスリで削っていくとこの横も削れて、でパテの上も削れてって感じで、このポコンがねこうなかなか綺麗に
埋まってくれ削れてくれないんですよね。なのでこういうちょっと硬いヤスリ、金ヤスリとかでもいいと思いますけど、金ヤスリちょっと削れすぎるんでねちょっと怖いから今回はこれ使ってますけど、これウェーブのヤスリスティックの400番ハードタイプの400番なんですけど、こういうちょっと硬いヤスリを使って、最初はこの瞬着の持った瞬着の山のてっぺんだけを削るっていうイメージで削っていってあげる。でこのウェーブのヤスリスティックはね割と硬めの板の表面に耐水ペーパーを貼ってあるだけなので割とねちょっと削るとねすぐ削れなくなってくるんですよね。なのでその辺が若干ちょっと使いにくい。あとウェーブの商品は売ってる時と売ってない時の差が激しいっていう、売ってない時どこ探しても売ってないんですよね。多分会社が他のメーカーと比べるとちっちゃいんでしょうね多分ね。だからもう一気に作ってドーンと出荷したら次ある程度需要がたまるまでは作れないとかそういう事情があるんだとは思うんですが、もう手に入らない時はねどこを探しても売ってないんですよね。その辺がちょっと不便かなっていう感じ。こんな感じで、ある程度のところまで削ってあげる。ある程度のところまで削ったらあとは、いつも使ってるヤスリを使って修正していきます。でこれ今マジックヤスリ使ってますけど、マジックヤスリも当て板ついてるんやから最初からこっちでやった方が良かったんじゃないのっていう気もするんですが、このマジックヤスリはねここの間にねマジックテープが入ってるんで、マジックテープの厚み分で表面に沿っちゃうんですよね。表面に沿って変形してしまうので、意外とさっき言ったみたいにパテのところゴリゴリこうやって削った時に周りと一緒に削れちゃってなかなかこいつが消えないで、気づいたら形が変わってるとかエッジがなくなっちゃってるとかそういうことになってしまいやすいので、だから序盤はなるべく硬いやつ、耐水ペーパーを板に両面テープで貼るとかでもいいですけども、そういうのをちょっと意識してやるといいと思います。成型色が白いから分かりにくい。で特にこのアベンタ通りに関してはこのエッジがねボディの至る所にあるんですよね。こういうプレスラインというか折り返しのラインがボディの至る所にあるので、その辺をね本当に意識しながら削っていかないと、こういうパキッパキッとこうなってるところの形が変わってしまうと一気におもちゃっぽくなってしまうので、本当注意が必要です。こういう感じかな。ちょっと動画だと分かんないですけどね、こんな感じでやってあげます。これをね、ボディ全体全部、他のところ全部やっていきます。
で、ついでに、こういうとこにここにあるねパーティングラインとかも処理をしていきたいんですけども、これも要はこのエッジの上にパーティングラインがあるので、何も考えずにこうやってかけちゃうとここが丸くなっちゃうんですよね。そうするとすごく、だるく見えちゃうので、こうエッジの向きに対してこうペーパーを当ててあげる。こう当ててそのまま抜けるっていう感じでペーパーを当てていってあげると、割とエッジがだるくならずに削っていきます。だからこっちから攻めたら次反対側からこう攻めるっていう感じでパーティングラインを落としていく。ここにもあるんだよなパーティングラインが。とにかくもうこの各部のエッジ、このカクカクっていうエッジがランボルギーニの命なのでこれをね台無しにしてしまわないように本当細心の注意を払いつつ下地処理をしていきます。でどうしてもねこっから塗装を重ねていくとさらにだるくなっていってしまうので、なんやったらこの下地処理の時に、わざとちょっとエッジが過剰気味ぐらいまでこうエッジを詰めてあげるっていうのも、エッジを尖らせてあげるっていうのもいいと思います。そういう時とかにもね便利なのはこういう硬いヤスリ、こういうヤスリでガッガッガッとこう角のところとかにこうヤスリを当てていってあげると、すごくエッジが立ってくれるので塗装しても、埋まらないきっちりとしたエッジが作れると思います。パーティングラインに関して言うとこのキットは割とそんなにがっつりは入ってないので、ここだけですね処理するとしたら、こことあとこのバンパーのこの角、あとここの下にもあるんですけど、下は別に完成してしまえば見えない箇所なので、それほど気にしなくてもいいかなっていう感じです。であとリアの、引けも処理していきます。こことかはね特にこの反り返ってるところの下に引けがあるので、しっかりね形の修正をしてあげないと、なんかすごく残念な感じになってしまいますんでね、完成した後すごく注意が必要な箇所ですね、ここは。どうしてもねプラモデルなんで金型の都合やなんやで実写とちょっと違うところとかもね絶対にあるんですよ。なんでこうやって修正をしていくついでに、ここはもうちょっとこうなってた方がかっこよくなりそうやなっていうところとかはね
もうあえてキットの元の状態とかにこだわらずにこう修正しちゃう方がかっこよく仕上がったりとかはします。キットの通りに綺麗に作るっていうのも大事なことだとは思うんですけど、それよりもね出来上がった時にいかにかっこよくなるかっていうことの方が大事だと思うので、その辺をね考えながら修正してあげるといいかなと思います。はい、そしたらちょっといろんなヤスリを使って、引けの処理が全部終わりました。使ったのは、ウェーブのこのヤスリスティック2種、600番のこの丸型と400番の丸型と600番の先細のタイプ、これを使いました。これ400番でもいいんですけど、僕持ってるのが600しかなかったので、これとあと金ヤスリと、雲母堂のねダイヤモンドヤスリ、このデザインナイフの先につけれるタイプの、ヤスリで、あと、猿下地削りの400番とか、マジックヤスリの400番とかをいろいろなヤスリを駆使して、とりあえず引けの処理が全部終わりました。そしたら次に、筋彫りですね。結構筋彫りが甘いところがあるので、筋彫りを彫っていきます。割とね筋彫りってやらないとダメなんですかとかいうのをよく聞くんですけど、このキットの素の状態のこの筋彫り、このモールドっていうんですかね、モールドって金型の抜きの関係で若干奥がすぼまってるんですよね。完全に真四角のこの字にしてしまうと金型が抜く時に引っかかっちゃって抜けにくくなってしまうんで、抜きテーパーっていうんですけど、若干こう奥に向かってすぼまる形のモールドになってるんですよね。でそれだと前いつも筋彫りの話する時に言ってるんですけど、奥が細くなってるので、この後塗料をのせていった時にすぐに埋まっちゃうんですよね。すぐに埋まっちゃったりとか、あとしっかりと影が入らないとかで、どうしてもこうリアルさがなくなってしまうっていうのがあるので、ちゃんとねこういう筋彫り用のツールでこう溝の底が平らになるように筋彫りを彫り直しといてあげるっていうのは結構ね出来上がった時の雰囲気に大きな違いが出るので結構重要です、これは。でこういうとこね、筋彫りの上にパーティングラインがかかってたところとかは、これでやろうとすると曲がっちゃったりとかするので、こういうね筋彫り用のヤスリとかこういうのを使ってこう直線が引けるものでね、きっちりとした直線が引けるもの、エッチングソーとかでもいいですけどね。でこうしっかりとグッと引いてあげる。よし。で今回のこのキットに関して言うと、ほとんどのパーツが分割されてるんで、筋彫りっていうのはねほとんどする箇所がないんですよ。ボンネットとフロントバンパーぐらい、それ以外のパーツは全部パーツ分割になってるので、ほんとそれぐらいですね。であとこういうパーツ分割してるパーツをくっつけたところで、ちょっと隙間があんまりないところとかはちょっと軽く
ほっといてあげたらほっといてあげてもいいんですけど、結構失敗のもとになったりとかもするので、やるときは慎重にって感じですね。こんな感じかな。こんぐらいかな。でね、リアバンパーの下にね、なんか若干パーティングラインっぽいものがあるんですけど、これパーティングラインじゃなくて、こういうラインです。実写もなんかこんなんになってました。少しだけポコッと盛り上がってるみたいな感じになってたので、これはもうこれで OK だと思います。であとこの窓枠か。でこの窓枠の部分はこれ後々黒に塗らないとダメだと思うから、その時のマスキングをする時のために軽くだけほっとく。これやっとくとね、ここをマスキングする時にちょっと楽になるので、でもこれ場所的にここを塗り分けでやるよりもなんか違う方法でやった方がいいかもしれないですけどね。でもどっちにしろ塗装で埋まっちゃったらね、塗り分けしにくくなっちゃうので軽くほっときましょう。はい、そしたらね、これで、ほぼ下地処理は完成。これ以外のパーツはね、ほぼ引けとかないんですよ。この辺のサイドパネルだったりとかドアだったりとか、ドアちょっとだけあるかな、これぐらいはちょっと軽く削ってあげたらいけるか、だったりとかはそんなにひどい引けはないので、軽く表面処理して、あとサフを拭いていくっていう感じでいけると思いますので、ちょっとサフ拭くのはもう収録外でやっちゃおうかなと思いますので、サフ拭いて乾燥させて、で次ボディ塗装、に入っていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。